4歳で体重わずか7キロの少女が死亡。母親が行っていたおぞましすぎるの全貌とは。2022年12月14日、韓国釜山広域市。大変なんです、うちの子が息をしてなくて。夜7時35分、救急外来に飛び込んできたその女性はキム。彼女の腕にはぐったりと動かなくなった少女が抱かれていました。病院スタッフは対応を急ぎますが、時すでに遅し。病院へ着いた頃には少女はもう亡くなっており、どんな処置を施しても無駄だったんです。同時に診療台に乗せられた少女の遺体を前に、スタッフは誰もが言葉を失いました。末期がんの患者でもこんなことにはならないぞ。眉間にシワを寄せ、そうつぶやいた医師。そう、その少女は4歳にして体重が7キロしかなかったんです。4歳で命を落とした体重わずか7キロの少女。彼女が体験した壮絶なの日々と、母親はその生活が本気で我が子のためになると信じていたんです。おさすけんじゃないです。やみやみかんね。というわけでね、ヤミオさん、ね、ラオス行くってこの間言ったんですけど、ね、今まで行った国で一番おすすめの国、一番ここ良かったなって思い出の場所。イタリア。私結構あなたと一緒で東南アジアは何カ国か行ったことあるんだけど、ヨーロッパって行ったのがイタリアしかないからかもしれない。記憶に残ってるのが。何が良かったの？文化がやっぱり目新しくって新しい刺激が多かったよね。コロッセオを見た時に血が湧き踊る感じがした。まだ闘牛とかやってんのかな？それはあんたコロッセオ知らないでしょ。闘技場じゃないの？闘技場だけどな、コロッセオってもう地面が迷路みたいになってるところしか見れない。そういうとこ？ヨーロッパ行ったことないんだけど。あるある。ポーランドとドイツ。そんなあんたはどこなの？日本かな。本日ご紹介するのは韓国史上最悪とも言われた児童事件についてなんです。この事件、4歳の女の子が亡くなってしまうんですが、なんと亡くなった時の体重がわずか7キロしかなかったんです。4歳で7キロってさ、全然ご飯とか食べさせてもらってなかったとかそういうこと？ほんとそうなんですよ。しかもこのお母さんがですね、娘にしつけの一環としてご飯を与えなかったっていうから、どんな感覚で子育てしてたんだろうって言葉も出ないですよ。そしてこの母親、娘が亡くなった日も親とは呼べないような行動をとっていたんです。そしてこの動画を見ている皆さんも、このね、母親が一体ね、どんな気候をしているのかっていうのを注目しながら見ていただければと思います。母にあらず。2022年12月14日、韓国釜山広域市。大変なんです、うちの子が息をしてないんです。その腕に痩せ細った少女を抱き、救急外来に飛び込んできたその女性はキム。病院のスタッフはすぐに女性に駆け寄り、抱かれていた子供の様子を伺いますが、彼らはその時点で目を疑いました。少女は顔だけを見てもわかるくらい骨と皮だけの状態。まるでミイラのようになった彼女の見た目は、さっきまで生きていたことが不思議なくらいでした。こんなの今までどんな病気の患者でも見たことないぞ。診療台に乗せられた少女を前に思わず戦慄する医師。少女は4歳にしてなんと7キロ、生後4ヶ月の乳児ほどの体重しかなかったんです。身長も同年代の平均より17センチも低い80センチ。一体どんな生活を送ればそんな状態になるのか、医師には皆目見当もつきませんでした。ただ少女の直接の死因は飢餓ではありません。少女は頭部に外傷があり、頭蓋骨を骨折、脳出血を起こしており、強い力で殴打されたことが直接の死因だと判明したんです。少女が母親からを受けていたことは誰の目にも明白。その日病院へ来る以前の母キムの行動も到底自分の娘に対するものとは思えなかったんです。事件当日の早朝6時、キムは仕事を終え自宅アパートへ戻りました。ただいま。疲れた。おかえり。あの子またおやつを勝手に食べてたから叱っておいて。夜通しの仕事で疲れているキムにそう声をかけたのは、彼女とルームシェアをしている友人のムン。シングルマザーのキムは彼女とお互いに子供の世話を分担しながら一緒に暮らしていたんです。俺はちょっとさ、あんま聞かない関係性じゃない？兄弟とか親戚とかで子育てをね、代わり番号とかならわかるんだけど、友達同士ってなんかあんま聞かなくない？そうっすよね。その生活はかなり気を使うようなものだったんです。もうなんであなたはそうやって人のものに勝手に手を出すの？友人ムンが買っておいたおやつを勝手に食べた娘ガウル。そんな娘を思い切り平手打ちしたキム。この時ガウルは転倒してベッドのフレームに頭をぶつけてしまいました。ガウルの反応にも少し違和感があったのですが、母親のキムは仕事で疲れていたこともあり、そのまま眠ってしまうんです。それから数時間後の午前11時、一眠りしたキムは娘ガウルの様子が明らかにおかしいことに気がつきます。ガウルはうめき声を上げながら泡を吹いていました。しかし母親のキムは特に気にすることもなく家事を始めたんです。
ガウルに構うこともなく家の掃除をしたり、友人ムンの子供を学校まで迎えに行ったり、いつもと変わらずに過ごしていた母親キム。気がつけば娘ガウルは意識を朦朧とさせた状態で5時間以上も放置されていたんです。そうして迎えた夜7時35分、娘のガウルが完全に息をしなくなり、ようやくキムは病院へ駆け込みました。娘が泡吹いて倒れてるんでしょ。なんでその状態で5時間も放置できるわけ？ほんと意味わかんないですよね。それに病院に運ばれたガウルが異様に痩せていたことも気になるんです。キムは娘にこのように心ない振る舞いをしてしまうほどに友人ムンとの生活に疲弊しきっていたんです。母の重圧。キムはもともとキョンサンブクトの田舎町の出身。彼女が娘のガウルを連れてプサンを訪れたのは事件の2年前の2020年9月のことでした。うちにいればお金もかからないし、仕事もこれからゆっくり探していけばいいわ。笑顔でキムを迎え入れるムン。彼女とキムは育児関連のコミュニティサイトで知り合った友人同士でした。キムがムンの家にやってきたのは、実はキムが夫から DV を受けていたため、民間のシェルターに避難していたキムにムンの方からルームシェアを持ちかけたんです。ここからキムはムンと彼女の夫、そして彼女の子供を含めた大所帯で生活をするように。キムは自分とは違い夫との関係も良好で、まめに育児をこなし、子育てに関して献身的にアドバイスをくれるムンに尊敬の眼差しを向けていました。私も彼女みたいになりたいな。珍しい関係性だなと思ってたらさ、キムは夫の DV から逃げてきてたわけね。そう考えるとムンはすごく友達思いな人よね。だからこそキムは彼女に憧れのような感情を抱いていたんです。でも実はですね、その感情がね、キムを追い詰めることになってしまうんです。最初こそ焦らなくていいと言ってくれた友人ムンに従い、少しずつアルバイトをしてお金を貯めようとしていたキム。しかし彼女に迷惑はかけられないわ。ルームシェアが始まって数ヶ月もすると、彼女は給料の高い夜の仕事を始め、寝る間も惜しんで働くように。さらに少しでも友人ムンの役に立とうと考えたキムは、忙しい合間でも家事を率先して行うように。そうして働き詰めで睡眠不足の日々に追われるようになると、娘ガウルへの態度は目に見えて変わっていったんです。あなたまたムンが買ってきたものを勝手に食べたの？忙しい日々に疲労が溜まっていく中、思い通りにならない娘ガウル。キムはそんなガウルの姿を見るたびに頻繁に暴力を振るうように。さらにキムは暴力を振るっていただけではないんです。彼女は2022年6月からガウルが亡くなってしまうまでの半年間、1日1回粉ミルクしか食事を与えていないんです。そうやって娘を愛する日々の中、ついにガウルを殺害してしまった母キム。2023年3月10日、釜山地方法院で開かれた裁判で、検察は彼女に無期懲役を求刑。親として、いや人としてできる行動なのかは甚だ疑問です。被害児童の身体的精神的苦痛は想像を絶します。被告人は社会から永久に隔離されるべきです。一生娘に贖罪して生きていきます。検察の言葉を涙ながらに受け止めた母キム。しかし実はこの事件には彼女以外にもまだ黒幕がいたんです。黒幕ってどういうこと？してたのは母親のキムで間違いないんじゃないの？そうです。それに間違いはないんです。ただですね、キムがそう行動するように仕向けた人物がいたんです。言いなりの母。2023年3月28日、母親キムの裁判も大詰めかと思われたこの頃、事態は思いもよらない展開を迎えるんです。そう、この日は彼女とルームシェアをしていた友人ムンが初公判を迎えていました。ムンの罪状は児童法に殺人幇助、そしてキムに対する売春強要。ムンが夫と共にこの嫌疑をかけられたことにより、母親キムの判決公判は延期されることに。一体なぜキムが全ての罪を自供しているにもかかわらず、今更ムンがやり玉に挙げられたのか。彼女たちが暮らすその家で本当は何が行われていたのでしょうか。2020年9月、初めて友人ムンの自宅を訪れたキムは、玄関をくぐると同時にその場の光景に違和感を覚えました。こんなところで生活するの？ムンが彼女を迎え入れたそのアパートは10畳2間のとても広いとは思えない部屋。その部屋にムンとその夫と子供、さらには彼女の知人男性キム親子を含めた6人で生活することに。ただ助けてもらっている手前、贅沢なことは言えないとその環境を受け入れることにしたキム。そしてそれは彼女がその部屋へやってきて数ヶ月が経った頃、家に置いてあげてるのにあなたなんだと思ってるの？生活費が全然足りないのよ。アルバイトをしながら少しずつお金を貯めていたキムに苦言を呈すようになった友人ムン。彼女は言いました。あなたは女なんだからもっと稼げる仕事があるじゃない。お世話になってる分ちゃんと誠意を見せなきゃね。ムンが母キムに提案したのは出会い系サイトを通じての売春。ここからキムは約2年間1日平均5回の売春を命じられるんです。
毎日夜の8時から早朝まで売春を行い、稼いだお金は余すことなく友人ムンの口座へ。その額は合計1億2450万ウォン、日本円にして1300万円以上の額をキムは友人ムンに貢ぎ続けていたんです。当然手狭なムンの部屋での生活費にそれほどの額が必要なはずはありませんでした。キムが夜働いてたのってそういうことだったの？1日5回もってさ、体も心も持たないんじゃないの？しかもね、ムンから命じられていたのは売春だけではなかったんです。家に置いてあげてるのよ。家事くらいやって当然よね。お世話になってるんだから。キムに売春を命じると同時に、そう言って昼間は家事を押し付けるようになった友人ムン。キムは家の掃除や洗濯、料理、その他学校の送り迎えなど、ムンの子供の世話も全て強制されていました。一方で自分の娘ガウルは保育園にも行かせてもらえず、お金も全てムンに取られているため、満足なご飯を与えることもできません。そう、母キムが半年もの間、ガウルに粉ミルクしか与えていなかったのは、それしか与えることができなかったからなんです。それにもかかわらず、ムン親子はガウル一人を家に置き去りにしてたびたび外食。キムは反抗すれば売春をしていることを家族や親戚に知らせると脅されており、その生活から逃げ出すこともできずにいました。さらにムンはキムのスマホの位置情報を常に監視、誰と連絡を取り、どこへ行き、何を買うなどの一挙手一投足全てを報告させていました。親戚と会うにしてもムンに証拠の写真を送らねばならないほど。そして娘ガウルが亡くなってしまう半年前の2022年6月、友人ムンはキムのスマホを没収し、外部との連絡手段を完全に遮断。彼女に対する洗脳の度合いをさらに強めていくんです。異常すぎる。ムンはきっと最初から搾取するつもりでさ、キムを家に呼び寄せたってことでしょ、これ。ほんとそうなんです。そしてムンがキムに行ったのはガスライティングという洗脳テクニックの一つだったんです。というわけで本日のメドラキーワードはガスライティングについて。ガスライティングとは、誤った情報を正しいと信じ込ませ他人をコントロールする洗脳テクニック。いくつかの手口がありますが、そのうちの一つが客観的に物事を判断できない状態に追い込み、非常識だなどと否定の言葉をかけ続ける方法。被害者の自信を失わせることで自分の言っていることを正しいと思い込ませるんです。キムは友人のムンに売春を強いられる日々で完全に疲弊。さらにスマホを取り上げられ、外部との連絡手段を遮断されました。そうやって判断力を低下させられた状態で、お世話になってるんだからこのくらいやって当然と言い聞かされ、キムは奴隷のようになっていったんです。キムはもともと育児を立派にこなすムンに憧れていたため、彼女の言い分が正しいと信じるまで時間はかかりませんでした。外部との接触を禁じられるキムの生活は当然のごとく公的機関から不審な目で見られていました。2022年6月には娘のガウルに1年間病院の診療記録がなかったため、自治体職員が家を訪ねてきているんです。しかしキムは住民登録を移していなかったため、職員が向かったのは彼女に DV を働いていた元夫の住所。その後もガウルが教育施設に通っていないなどの情報が判明し、職員はたびたびその家を訪れますが、キムや娘のガウルに会うことはできませんでした。そしてこの頃、友人のムンがキムに行ったガスライティングの中でも最悪と呼べる行為が行われようとしていたんです。このよくもまた人の家のものを勝手に食べたわね。その日ムンはキムの娘ガウルのことを何度も殴りつけていた。しばらく粉ミルクしか口にしていなかったガウルとしては、目の前に食べ物があればつい手を伸ばしてしまうのもやむを得ないこと。しかもその日彼女が食べたのはキッチンにあった人参の切れ端。それでもムンは劣化のごとく怒り、ガウルのことを何度も殴りつける。その様子を怯えた目で見ていた母親のキム。ムンは彼女の方へ向き直ると眉間にシワを寄せながらこう言った。キム、あなたわかる？ガウルには父親がいないの。だからあなたが厳しくしつけなきゃいけないのよ。人のものに手を出すような子は殴ってでもしつけなきゃ。そう言ってムンは母親のキムに見せつけるようにしてガウルに手を挙げる。母親のキムがその狭い部屋で生きていくには、ムンのその言葉を無条件に信じるほかなかった。ムンと母親のキムにたびたび暴力を振るわれた娘ガウルは、そのダメージで脳の萎縮を起こし、亡くなる直前にはもうほとんど目が見えない状態だったんです。そうしてガウルが亡くなってしまう事件の当日、彼女を殴ったのは友人のムン。その際、母キムはガウルが泡を吹き発作を起こしても放置し、家事に勤しんでいました。その振る舞いは、殴るのはしつけのため、お世話になっている以上家事を全てこなして当然というムンの刷り込みによるものだったんです。キムは自分の裁判で友人ムンの罪に言及することはありませんでした。それもまた洗脳が解けていなかったゆえのこと。彼女は殺人罪に問われ、親戚に説得されて初めてムンにされてきたことを打ち明ける気になったんです。ちょっと怖すぎる。洗脳のために他人の子供を殴れる神経も理解できないわよ。だとしても洗脳されてたとはいえさ、キムはそれを免罪符にすることはできないわよ、正直。ほんとそうっすよね。司法としてもね、娘のガウルを守ろうとしなかった母親のキムに対してね、一番重い刑を下したんです。友人ムンの裁判が始まると、彼女はガウルに暴行を加えたことを否定。ガウルが異様に痩せ
せていたことに関しても、母親のキムが世話をしなくていいと言った、大きいサイズの服を着ていてわからなかったなどと言い訳を並べました。売春の強要に関しても、世話をする代わりに生活費を受け取っていただけなどと言及。日本円で1300万円以上の額を受け取っておきながら、その言い分は通るはずもありませんでした。裁判官はそうした彼女の態度を真摯に反省しているようには見えないと糾弾。2023年9月1日、殺人、児童売春強要などの罪で懲役20年を宣告。さらにキムから搾取した1億2450万ウォンの支払いを命令。同時にムンの夫には懲役3年執行猶予4年の刑が下されました。気になるのは母親キムの判決。彼女は児童殺人で有罪となり、懲役35年、罰金500万ウォンの刑に。キムは判決を不服として控訴していますが、結局この判決が覆ることはありませんでした。元凶である友人と洗脳された母が約半年間娘に粉ミルクしか与えず、暴行によって失明させ、挙句殺害してしまう事態にまで発展した今回の事件。キムの行為は決して許されるものではありませんが、彼女は家庭を追われ、一人で子育てを強いられる心細さにつけ込まれてしまったのでしょうか。あなたもキムのように身近な人から強いられることが全て正しく思えてしまった経験はありませんか？